とある日のこと、歴史博物館で日本の城の展示を見ていたずんだもんは、ある疑問を抱くのでした。日本の城ってなんかちょっと物足りない気がするのだ。どういう意味かな？だってほら、壁とかが濃いとかスカスカなのだ。ヨーロッパのお城みたいにドーンと要塞化された街がないのだ。ああ、城塞都市のことを言ってるんだね。おお、それそれなのだ。なんで日本にはないのだ？その疑問、実は結構深いんだよ。マジなのだ。日本の歴史を考える上で重要なポイントなんだ。僕が重要な発見をしたのだ。いや、それは言い過ぎだろ。つまんないのだ。そこへ一人のヨーロッパ商人が現れました。おや、日本の城について話していたのかな？誰なのだ？私はかつて日本に来航した商人でな、城塞都市について詳しいのだ。やばいやばいやばい。本物の商人なのだ。落ち着け、幻覚を見すぎだ。バカにするなのだ。ちゃんと見えてるのだ。まあいい、彼に城塞都市のことを聞いてみたら？そうなのだ。ヨーロッパの城塞都市の凄さを教えてほしいのだ。ほほう、興味があるのか。めっちゃあるのだ。超知りたいのだ。まずは基本から説明してもらおうか。こうしてずんだもんの城塞都市についての学びが始まるのでした。まずは私が見てきた城塞都市の様子を話そう。ワクワクするのだ。城塞都市というのは街全体を分厚い壁で囲った要塞なのだ。ヨーロッパ商人は自身の経験をもとに城塞都市について語り始めました。街全体をでかすぎなのだ。そう、普通の城とは規模が全然違うんだ。壁の中には民家も商店も畑まであったのだよ。お城の中で野菜も育てられるのだ。そうだね、自給自足できる設計なんだ。なんかもはや町というより国なのだ。その通りだ。小さな国のような存在だった。防御力えぐいのだ。でもその分建設コストも維持費も莫大だったんだよ。攻める側は通常の3倍以上の兵力が必要と言われていた。3倍？めっちゃ強いのだ。そのため新しい工場兵器がどんどん開発されていってな。カタパルトや投石機なんかもそうだね。あえれ、なんで必死に攻めるのだ。我々の地域では国と国との戦いが日常的だったからな。マジなのだ。そう、生き残りをかけた戦いだったんだ。負ければ国が滅びる、民も奴隷になる可能性があった。怖すぎるのだ。だからこそ頑丈な城塞都市が必要だったわけだ。なるほどなのだ。命がけで守らないといけなかったのだ。その通りだ。生存をかけた戦いだったのさ。じゃあ日本にないってことは日本は平和だったってこと？いやいや、とんでもない勘違いだよ。ずんだもんの素朴な疑問に歴史博士は苦笑いを浮かべるのでした。歴史博士は日本の地形の特徴について説明を始めました。日本に城塞都市が少ない理由はまず地形にあるんだ。地形？なんか難しそうなのだ。日本の国土の約8割は山地なんだよ。そうそう、私も来日した時びっくりしたよ。山が多いのと城塞都市って関係あるのだ。めちゃくちゃあるんだよ。まず平地が少ないから大規模な城壁を築くのが難しい。確かに山の上に巨大な壁は作れないのだ。それだけじゃないんだ。まだあるのだ。そもそも日本は天然の要塞になってるんだよ。天然の要塞？なんかかっこいいのだ。四方を海に囲まれた島国だからな。そう、海自体が最強の防御線になってるんだ。そういえば元寇の時も台風が来たのだ。神風のおかげで助かったってやつだね。日本は本当に自然に恵まれているな。僕の国すごいのだ。調子に乗るな。お前日本人じゃないだろ。ずんだの妖精なのだ。さらに歴史博士は続けます。それに産地が多いことで別のメリットもあったんだ。谷もあるのだ。山自体が天然の見張り台になるんだよ。高所から敵の動きが丸見えというわけだ。なるほど、自然の監視カメラなのだ。例えが現代的すぎるけどまあそんな感じ。じゃあ平地の城は弱いってことなのだ。いやいや、そこが日本の城の面白いところなんだ。歴史博士は日本の戦の特徴について語り始めました。日本の戦争はヨーロッパとは全然性質が違うんだ。どう違うのだ？お主ら拙者が説明してやろう。うわ、急に武将が出てきたのだ。やれやれ、また幻覚か。いやいや、ちゃんといるのだ。我が国の戦は主に大名同士の争いじゃ。つまり内戦というわけか。その通り、敗れても民は新しい主君の下で生きていける。あれ？じゃあ滅びたりしないのだ。そう、命を散らすことはあっても国自体は存続するんだ。ヨーロッパと全然違うのだ。戦に負けても民の生活は保障されておる。なるほど。だから町全体を守る必要がなかったのか。でも城はたくさんあるのだ。それは権力の象徴としての意味が強かったからだよ。城を持つことは大名としての格を示すものじゃ。なんかステータスシンボルみたいなものなのだ。現代的な例えだけどまさにそんな感じだね。生き残りをかけた戦いではないということか。そうじゃ。城は拠点であり象徴なのじゃ。なんか意外と平和な戦いなのだ。いやいや、戦自体は結構激しかったぞ。拙者の同盟の武将などは毎度毎度城を落とされておったわ。アホすぎるのだ。おい、ずんだもん、武将に失礼だぞ。でも事実なのだ。戦国武将は続けて日本にも城塞都市に近いものがあったと語り始めます。
しかし日本にも城塞都市に近いものはあったのじゃ。どこなのだ？小田原城じゃ。ああ、五北条氏の本拠地だね。小田原って今でも駅前に城があるのだ。いやいや、それは復元された天守閣だよ。当時の小田原城はすごかったらしいな。せやな、全長9キロもの堀と土塁で囲まれておった。9キロ？でかすぎなのだ。城下町全体を囲う総構えという防御システムだったんだ。なんか難しい言葉が出てきたのだ。簡単に言えば町丸ごと要塞化じゃ。まさに城塞都市じゃないのだ。まあ日本版城塞都市と言えなくもないね。どれほどの防御力だったんだ？上杉軍11よろず5000の軍勢でも落とせなんだ。おお、最強なのだ。武田軍も攻めあぐねたわい。町の中には武器職人も農民も商人も住んでいたからね。自給自足できるのだ。これは我々の城塞都市と同じような作りだな。でも結局落城することになるんだけどね。最強なのに負けたのだ。天下統一を目指す男が現れたのじゃ。そう小田原城を陥落させた男の名は豊臣秀吉でした。小田原城の最後について戦国武将が語り始めます。豊臣秀吉は20万の大軍を率いて攻め寄せたのじゃ。20万、多すぎなのだ。小田原側は3よろず4000程度だったからね。これはさすがにやばいのだ。しかし要塞なら数の差は重要ではないはずだが、普通の攻め方では勝てんと知っておった秀吉はな。どうしたのだ？石垣山に新しい城を建てたのじゃ。小田原城を見下ろす位置にね。城で城を攻めるのだ。しかも驚くべき速さで築城してみせたのじゃ。すごすぎなのだ。天才なのだ。その城からのやつだけでなく他の戦略も組み合わせてね。3ヶ月にも及ぶ包囲戦となったわい。でも結局落とせたんでしょ？正確には海上って形だけどね。降伏したということか。この戦いで秀吉は学んだのじゃ。何を学んだのだ？城と町が一体化する怖さをな。怖さ？強いってことじゃないのだ。そう、強すぎるのが問題だったんだ。この後秀吉は城と町の分離を進めていくのじゃ。なんでなのだ？町民を戦争に巻き込まないためさ。こうして日本の城は新たな形へと変化していくのでした。こうして日本では城と町は別々の道を歩むことになったんだ。でも守りは弱くならないのだ。私も同じ疑問を持っていたよ。いやいや、日本には日本なりの方法があったのじゃ。どんな方法なのだ？さっき説明した地形を利用してね。山とか川とかを使うのだ。その通り、自然の要塞を生かすのじゃ。なるほど、人口の壁は最小限で済むというわけか。天才的なのだ。それに時代も変わっていってね。戦よりも政治や経済の時代になっていったのじゃ。平和な時代になったってことなのだ。まあ、単純に言えばそうだね。我々の地域とは全然違う進化を遂げたわけだ。日本すごいのだ。積んだもん、最初は物足りないって言ってただろ。ごめんなのだ。最初から完璧なものなどないのじゃ。その通りだ。それぞれの土地に合った形があるのさ。なるほど、僕賢くなったのだ。まあ、ちょっとはね。今回も最後まで見てくれてありがとうなのだ。高評価、チャンネル登録をよろしくなのだ。